アズールレーンプリンツオイゲンを作る第9話。前回肌の塗装を終えたので、今回はマスキング作業から 0.7mm のマスキングテープでモールドの稜線をマスキングします。稜線マスキングが終わったら、広い範囲のマスキングは 18mm マスキングテープでマスク。マスキングゾルでマスクしてもいいのですが、テープの方が確実なので、広い面はこれでマスキングをしています。テープを貼り終えたら、残りの部分にマスキングゾルを塗って乾燥させます。ゾルが乾燥したら、ベルト部分をペロ塗装します。塗装後にマスキングを剥がします。最後に艶消しクリアを吹けば作業完了。他の肌パーツも艶消し塗装をしておきます。艶消し塗装後にシリコンキャップを剥がせば完成。では、アイペイントを行います。顔パーツをコーティングするため、ウレタンクリア GP1 を使います。ウレタンクリアは、効果に時間がかかるので、1日置いて完全硬化させた後作業再開です。まずは、紙やエナメルのクリアオレンジとクリアを混ぜ合わせ、薄くしたものでレースの線を描いていきます。ウレタンクリアを下地に塗ることでエナメル溶剤で塗料を拭き取れるので少々大胆に線を描いていきます。エナメル溶剤で線を修正したり塗り直したりを繰り返し、今回初めてゴッドハンドの面相符で L を使ってみましたが、まとまりはかなりいいです。ただ、ちょっと毛先が長いので、ウィンザー&ニュートンゼロに投げた小松としては、少し力の加減が難しいかな、という印象です。ただ、ウィンザー&ニュートンゼロ、ハゲ先が広がりやすいので、今度は、神筆シリーズの毛先が短いやつを探してみようと思います。クリアオレンジでまつげを描きました。まつげを描いたので、目の輪郭も同様に描きます。今回は流し目なので、少し目の形状が難しいですね。いろいろなイラストを参考に目の形状を描いていきます。ある程度描いたら、エナメル溶剤で余分なクリアオレンジを拭いつつ、線をきれいに仕上げます。筆でなかなか取れない部分は、エナメル溶剤を浸した爪楊枝で拭い取ります。なんと呼ぶのか知りませんが、二重の線的なものも描きます。この線は個人的にとにかく細い線にしたいので、筆で少しずつ拭い取り極細な線を目指します。二重の線も引き終えました。
少し目が小さいなと思ったので一部修正。この状態でラッカークリアを吹いて次のステップに進みます。クリアオレンジにブラックを少しずつ混ぜ、先ほど描いたまつげにのせていきます。一気に色を濃くせず少しずつ立ち上げていくと良い雰囲気の目になるかと思います。この方法は瞳デカールや完成品フィギュアの担保印刷では再現が難しく、プレ塗りアイペイントだからこそ可能だと小松は勝手に思っています。色を一段階濃くして塗り終えたら、またラッカークリアを吹き、さらに色を濃くして重ね塗りを行います。ついでに眉毛も描きました。色を濃くしつつ、その都度エナメル溶剤で余分な線を拭い取り、その前に描いた線と同じ、もしくは少し細い線にして塗り重ねます。最後はほぼ黒色を塗り重ね、輪郭を塗り終えました。次は目のグラデーションに入ります。クリアオレンジにクリアを混ぜ、ほぼ透明に近い色を塗ります。この状態でまたラッカークリアを吹きます。ここから色を塗り重ねていきますが、今度は目の裏側のみに塗っていく感じ。下にはほぼ塗らないようにして目のグラデーションを再現します。ほぼ黒に近い色まで塗り重ねれば完了です。ラッカークリアを吹き、最後に目に光彩を入れます。光彩の位置によって抜いている方向が変になったりするので、髪の毛パーツを取り付けておかしな位置にならないよう注意しながら光彩を入れます。位置が決まったらエナメル溶剤で余分な塗料を拭って綺麗な形に修正します。ちなみに途中から我慢できなくなってウィンザー&ニュートンゼロ筆に切り替えてしまいました。やっぱり小松はこの筆がお気に入りです。これでアイペイント完了です。最後に肌の部分だけ艶消しにしたいので、目の部分のみマスキングゾルを塗って艶消し塗装を行います。
艶消し塗装が終わったら、マスキングゾルを減らします。マスキングゾルを減らすと、多少艶消しと艶ありの境界線が白く出てくるので、エナメルクリアをまつげの部分に重ね塗りして、不自然な白い線を消してやります。これで、アイペイント作業はすべて完了です。肌に関係するパーツはすべて終わったので、パーツ数の多い関節パーツの塗装に入ります。まずは、サフを吹いたパーツに白を塗装し、乾燥後にクリアブルーでグラデーションを入れます。グラデーションを入れた後、0.4 ミリのマスキングテープで、縁のマスキングを行います。最後に、マスキングゾルでマスキングテープで囲ったエリアをマスク。次に、翼の先端を赤色で塗装します。この部分も同様にマスキング。縁にマスキングテープを貼って、マスキングゾルを塗ります。引き続きシルバーを吹きます。このパーツはもともと別パーツだったので、接着しなければマスキングは不要でしたが、がっつり接着してしまい、残念ながら外れなかったので、泣く泣くマスキング作業をします。マスキング作業完了。最後に黒塗装を行います。乾燥したらマスキング剥がし、塗装が完了したので、墨入れを行います。いつものように水筆に、タミヤの墨入れ用エナメルブラックを入れて流し込みます。墨入れが終わったら、エナメル溶剤を綿棒や平筆に含ませ、余分を除去します。最後に艶消しクリアを塗装すれば、塗装完了。塗装がすべて完了したので、金属パーツを瞬間接着剤で取り付けます。これをつけるだけで急にメカっぽく見えますね。これで関節パーツの作業はすべて完了です。では今回はここまで。だいぶできてきたので完成までもう少し。ご視聴いただきありがとうございました。